はい、こんばんは。今日も YouTube ニュース動画の時間です。今日もまたヘビに関してですね、ちょっと面白い記事が見つけたんで、はい、読んでいきたいと思います。まずこれ、鱗に関してなんですけれどもね、どうしてヘビは鱗があるのにスルスル動けるのか。これ結論から言うと、ヘビは油まみれってことが分かりました。これちょっと言い方強引なんで、分かりやすく言うと、鱗の表面が細かい潤滑油でコーティングされているっていうことが分かったと。はい。そのコーティングの厚さが数ナノメートルだと、かなりなんていうんですか、人間の髪の毛の何万分の1とかいう、そんな薄さっていうのでもう、俺にはさっぱり分かりません。はい。今回の発見は、蛇の移動関係でも重要で、蛇は木に登ったり砂漠を走ったり、泳いだりジャンプすることもあると。数百万年の進化で、蛇の一番外側の鱗がこんなに優れたものになっていなかったら、先ほど言ったこの移動方法は、どれ一つもできないってことですよね。蛇の移動方法っていうのについては、以前の動画に載せてるんで、またよかったらチェックしてください。んで、この蛇の鱗には説明がつかなかった特徴があって、それは腹側の鱗は背中側の鱗に比べてはるかにすべすべで滑らかってことです。そして、科学者が高解度顕微鏡で調べてみていたんですけれども、この鱗の構造に全く違いはなかったっていうことが分かったんですよね。ってことは、鱗ではなく何かの物質が鱗の表面をコーティングして滑りやすくしているっていうことになりますね。で、研究チームがこのカリフォルニアキングスネークの脱皮の殻を調べたんですね。で、この脱皮の殻の鱗にこのレーザー照射して、鱗の表面がこのレーザー光線をどのように散乱するのかというのを調べた。ちょっとそういうね、やり方があるんでしょうね、ちょっと。で、これで結果分かったことっていうのが、極薄の脂質は生体内で脂肪の形で存在するもの。この層が蛇の鱗をコーティングしていたのが分かったと。はい。さらに言うと、キングスネークっていうのは、背中側とお腹側で別々の潤滑油を使っているようだったと。お腹側をコーティングする脂質は、背中側よりはるかに滑らかだったという結果が出ました。で、なんでこれまでこの油でコーティングされているっていうのに気づかなかったんだろうかっていうのがちょっと出てきますよね。これっていうのは、蛇の潤滑油は鱗の表面からは剥がれず、耐久性のある滑らかな層を作っているっていうこと。蛇の潤滑油は拭い取ることはまずできない。そのためにこの蛇を扱う人々もこの油の存在に気づかなかったっていうことになるのかなと、思います。で、ちょっと考えてみたんですけれどもね、例えばね、蛇をたまにこの水につけるっていうか、温水につけたりするときあるじゃないですか。ちょっと汚れ出たりして。で、またその水から、出したときあるじゃないですか。その時にね、結構鱗が結構テカテカしてませんかね。あんまり濡れてなくって、テカテカしてるような感じがしませんって分かりにくいですかね。で、これってやっぱり、俺は潤滑油のせいかなーって、ちょっと思いましたね。はい。これが
基本的にこの鱗がコーティングされて、動きやすくなってると。で、多分こういう関係で、スルスル動けるようになるために、結局進化の過程で手足がなくなっていったんじゃないかなって、これは勝手な考え方ですけれども、はい。そうなりますね。うん。こんな感じです。以上です。はい。で、これカリフォルニアキングスネークと同じナミヘビなんですけれどもね、やっぱり、スルスルしますし、この裏の鱗の、こっちのお腹側ですね、これなんですけれども、この頭から、この尻尾に、こういう風に、スーッと滑らすと、別に全然何もなく、綺麗に滑ってくれるんですけれども、これを逆にね、この頭ちゃうわ。尻尾側から、あの頭側に持っていくとすると、ちょっと軽く引っかかるんですね。うん。鱗が立つっていうか。うん。で、蛇って、前にも移動方法を言ったんですけど、この鱗を若干立たして、ちょっと動いてっていうような感じになるんですね。この鱗をちょっと全体的に立たして、ほんでちょっとずるっとまた滑らかにして、前に動くっていう。前に動くっていう、鱗があって、はい。ってことになるんですね。だから多分、それでこういう風に素早く動いていけるっていうことですね。特にナミヘビよりすごい素早いですからね、これ。はい。ここにこうやって。これ青大将ね、はい、いてるんですけれども。こんな感じです。はい。以上です。はい。